皆さんこんにちは、はらぺこなほこです。いや、もうあっという間に7月が終わりまして、はらぺこなほこチャンネルももうちょっとで1ヶ月が経ちそうです。ちょっとセミの音がうるさくなってきたので、もし音声に入ってしまってたらごめんなさい。皆さん聞いてくださって本当にありがとうございます。最近コメントをくださる方やったりとか DM で聞いてるよって教えてくださる方だったり、あとグッドボタンを押してくださる方とかもいて、すごく励みになります。ありがとうございます。そんな今日はですね、本当はなんかライトなトピック選ぼうかなって思ったんですけど、最近個人的な DM やったりとか、あと彼の DM にご質問いただくことも増えてきて、でその中で一番多かった普段どんなご飯食べているのというご質問について今日はお話ししていこうかなと思います。もうちょっとね、来月からはなんかいろんなトピックに分けて話そうかなと思ってるんですけど、7月はまあいろんな基礎編ということで聞いてもらえたら嬉しいです。で、普段うちでやっているのはほとんど一汁一菜食といって、お味噌汁とご飯とちょっとしたおかずだったりとか、時々作り置きのものが多かった時は2歳とか3歳とかちょっと増やして、なるべくご飯を中心とした、お食事をいつもお家で作ってます。で、ベースとしてはずっと言っている若杉智子さんという方の食養生のご飯を参考にしている感じです。で、私最初若杉ばあちゃんの本に出会った時に、食べちゃダメなものが多すぎるっていうのもあったし、めっちゃ食べるの好きやから、そんなね、お味噌汁とご飯とちょっとしたおかずみたいなのは嫌やと思って、全然楽しくないと思って、もう半年ぐらいかな避けてたんですけど、もう拒否してたの、若杉ばあちゃんのお食事を。でもその間に他のこと勉強して自分で体験してっていろいろやってもなかなか体調が整わなくって、結局若杉ばあちゃんに戻ってきたっていう感じです。で、やっぱ若杉ばあちゃんの食事法を家で取り入れることによって体調の回復が本当に早くって、私はこの一汁一菜食を体と心を整えるご飯と呼んでいます。なので人生には楽しみも必要なので、おうちご飯は体を作るこの一汁一菜食っていうのをやっていて、お外では好きなものを食べるというのをやっています。もちろんこれ若杉流食用やったら外でもちゃんと選べっていう話なんですけど、私はいかんせん食いしん坊なので外では結構自由に食べてます。はい。一汁一菜をやるにあたってよく言われる質問としては、お家ではお肉を食べないのでタンパク質不足にならないのとか、一汁一菜じゃ33品目にならないから栄養失調にならないのっていうご質問をよくいただくんですね。で、私も最初それが不安やったし、どうして若杉ばあちゃんが一汁一菜でも元気に生きてるんやろうなっていうのをいろいろ自分なりに研究してみた結果、昔の人って正直玄米と良ければ味噌汁で梅干しとかで生きてたんですよね。あとは野菜の味噌漬けとかそういうちょっとしたお漬物だったりとかで全然生きてて、で平均寿命50歳って言われてたけど、死産の率が高かったんですよね。赤ちゃんのまま亡くなる子が多かったから、100歳の人が10人死んで0歳の人が10人死んじゃったら平均して50歳になるって聞いたことがあって、で結構昔の人長生きやったから、多分姥捨山とかそういう話が残ってるんじゃないかなっていうのが、私がいろんな情報を集めて考えたことなんですけど、その理由の一つにやっぱり玄米食べてたからなんじゃないかなって思うんですよ。で、もともと穀物って、人間の体に必要な栄養素がまるっと入っているもので、それをね、自然が私たちに与えてくれたもうギフトみたいなもんなんですよね。で、そのいろんな栄養素を私たちは今いらないって言って取っちゃって、その最後に残ったカスみたいなね部分を食べてるんですね。若杉ばあちゃんがよく白米と書いてカスと読むんだよって言うんですけど、主食である穀物の栄養素を除いちゃってるから、他で栄養を補填しなきゃいけないっていう状況に今なっています。
でタンパク質もそのヴィーガンの人とかはね、大豆とかそういうお豆から取るっていう話もあるんですけど、穀物にもたくさん含まれていますし、あとは野草とかにも含まれてるんですね。であと昔の人との違いとしては、食べる野菜の種類が昔の人の方が豊富でした。例えば大根一つにしても、今って 90% が青首大根って言って、皆さんがよくスーパーで見る首の青い、こう均一のね太さのものが多いんですけど、大根一つでももともとは100種類ほどあったそうです。でもちろん主な成分は一緒やと思うけど、それぞれこうそれぞれ入ってる栄養素は少しずつ違うわけやし、あとは昔は化学肥料とか使ってなかったから、土の中のいろんな栄養素をその食物たちが吸い上げてくれて、今よりも4倍とか5倍栄養が豊富だったと言われています。でもちろん野草の中でもタンパク質が多いものがあって、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、七草の中に入ってる野草もタンパク質が豊富なものがあったりします。であともう一つ、違いとしては、昔の人が取ってたお塩ってもうミネラルが豊富だったんですね。いろんなちょっと今までの回でもお話ししてたけど、その今安く売り出されてるお塩っていうのは全ての不純物だったりミネラルっていうのを簡単に機械で取り除けるようになっちゃったので、ほとんどがただしょっぱいだけの化学塩と言われています。なので天然のお塩を食べていて、ミネラルとかいろんな栄養素を昔の人は取れてたんじゃないかなっていうのが私の考察です。だって昔の調味料とかに使われているお塩も全部天然のお塩だったわけやん。そうすると普段の食事から穀物とか野菜から十分なミネラルと栄養素を取って、お塩から十分なミネラルを取ってってすると、正直栄養失調になることがないんですよね。なりえない。でちょっと面白いツアーがあって、江戸時代だったかな、海外からね来た人が、人力車に乗ってたと。で人力車ってもう何時間も同じ人がずっと走っていられるっていうのにすごい驚いたみたいで、彼らが何食べてんのかなと思ったら、なんか茶色い塊と赤い塊を食べてると。つまりは玄米おにぎりと梅干しを食べていたんですね。でこんなひもじい食事じゃすぐに力尽きてしまうんじゃないかって思ってたのに、そんなことがなかったからちょっと面白いと思ってお肉をね食べさせたらしいんですよ。そしたらお肉食べた人はもうなんか6時間とか8時間とか走れてたのに、4時間ぐらいしか走れなかったのかな。すぐにバテちゃって、もうお肉いりませんってその人力車を引いてる方が言ったっていう、そういうエピソードが文献とかに残ってるんですよね。それぐらい私たち日本人って本当に戦前ぐらいまではご飯にお味噌汁にちょっとしたおかずだったり漬物だったりっていう食事をずっと続けていました。なので多分その日本人の血を継いでる人たちはそっちの方が体に合うんじゃないかなって私は思っています。でだけど昔のね人の食事に全員が戻せるわけじゃないし、お家でねご飯作れない方もいると思うので、おうちご飯とお外ご飯に分けて、今日は一汁一食をする際のポイントをいくつかお伝えしてみようかなと思います。基本的には若杉智子さんの食用がメインなんですけど、食べること大好きなので私がちょっとゆるいです。なんで本気で体質改善したい方はぜひ若杉智子さんの本だったりとか、のりかさんがやってるマスター講座っていうのを受けてみると体調の回復がさらに早くなるかなと思います。はい。で、まずじゃあシェアしていくと、はい、ではまず1つ目ですね。さっきもお話ししていたお米ですね。さっきは玄米のお話ししたんですけど、玄米は食べなくてもいいです。というのも今の人って咀嚼が昔の人よりできてないっていうのと、そもそも玄米を消化する消化酵素をちっちゃい頃から持っていないので、玄米食べるとお腹下す人とか多いと思います。なので無理して玄米を食べなくていいです。2つ目の理由としては、若杉ばあちゃんがちょっと面白いこと言ってたんですけど、昔って玄米を食べてたとしても今みたいに精米機がなかったんでつついてたんですよね。
なんで今の玄米よりも玄米の周りにこう傷がついていて消化しやすかったと言われています。なので、私のおすすめはぶずき米といって玄米からぬかを何パーセントか取り除いたものっていうのが売ってるんですね。若杉智子さんの食用場では三ぶずき米といって、ぬかを玄米から 30% だけ取り除いたものをおすすめしてます。でただこれは1時間から1時間半ぐらいは浸水、お水にちゃんと浸しておかないと美味しく食べれないので、あとは私はもともと玄米が苦手だったので、私は五分づき米といって、玄米のぬかを 50% 取り除いたものを食べています。でこっちは、半分取り除いてあるので最悪水に浸さなくても食べれます。美味しく食べるんだったら30分から1時間ぐらいご飯を水に浸してあげるとよりふっくら炊けて美味しくなるんですけど、五分づきだったら白米とそんなに食感とかも変わらないんで、とりあえずスタートとしては取り入れやすいんじゃないかなと思います。ただやっぱりぬかを 50% 半分取り除いてしまっているので、ちょっと栄養素足りないかなっていう時は私は雑穀を入れたりもしてます。なんで五分づきもちょっとっていう方は、七分づきって 70% 取ったものだったりとか、胚芽米って言ってもこのお米の最後のところ、白米になる一歩手前のところで栄養を残すっていうお米があったりとか、そういうのもあるんで、それに雑穀を入れて炊いてあげるっていうのもいいかなと思います。もちろん白米しか食べたくないっていう方はぜひ白米楽しんでもらえればと思うんですけど、体を整えて胃腸にね負担のない食事をしたければ、ぶつき米おすすめです。あとね、玄米を簡単に食べる方法として入り玄米っていうのがあります。で入り玄米は本当に鍋でね玄米を煎るだけなんでめちゃくちゃ簡単です。で煎ってなんかね、ポップコーンみたいな感じで中が弾けるんですけど、そうすることで普通のご飯の炊く時に一緒に入れてあげるだけで玄米を消化しやすく体の中に入れてあげることができます。もうね、入り玄米はそのまま食べても美味しいんで、ちょっと塩を足しておやつでねポリポリ食べてみたりとか、あとは雑穀スープみたいな感じで何かスープにね入れてちょっとリゾット風にして食べてあげたりとか、そういうこともできるのでおすすめです。味はね、皆さんブブあられって言ってわかるかな。揚げてないおかきみたいな味がしてとっても香ばしいです。これは多分誰でもお家で簡単にできると思うので、もしおかずを減らしていく上で栄養素が心配で、かつ、白米だったりとかそういうぬかをもっと取ったお米食べたいっていう方は入り玄米入れて食べてみてください。で入り玄米作る時の注意ポイントとしては、やっぱり玄米って農薬の問題が絡んでくるので、できれば無農薬の方がいいです。あとはフライパンがテフロンとかだとちょっと高温になっちゃうので、テフロンの毒性がどこまで出てくるか私にはわからないので、土鍋だったりとか鉄のフライパンだったりとか、なるべく自然素材の、調理器具で作る方が私はおすすめです。であとお米はどこで買えるのって聞かれたりするんですけど、結構ね Amazon とかでね五分づき米とか調べたら出てきます。あとはお米の通販ショップとかだったらその何分づきっていうのを指定して買える場所もたくさんあると思うし、近所にお米屋さんがある方は絶対そのぬかの保護を決めさせてもらえると思うので、ぜひ買いやすいところからやってみてください。はい、もう五分づきとか白米になるんだったらね、あんま農薬とかね値段高くなっちゃうから気にしなくてもいいかもだけど、三分づき米ぐらいやったらせめて無農薬ぐらいは選んでみた方がいいんじゃないかなって思います。はい、できるところからやってみてください。次2つ目はお味噌汁ですね。お味噌汁もちょっとポイントがあります。まずはですね、生味噌を使うことです。普段売っている味噌っていうのは生じゃないって知ってました？生味噌って発酵しちゃうので、やっぱ運搬する時とか保存っていうのがちょっと大変なところもあるんですよね。なので火入れって言って、
火を通してしまって、それで発酵を止めてしまって作っているお味噌が多いです。なのでこれも生味噌って調べたら出てくるので、ぜひ生味噌取り入れてみてください。で、お値段に余裕があるのであれば天然塩のものだったりとか国産のものっていうのをおすすめしてます。で、生味噌を使う時のポイントとしては、お味噌汁の具が煮えるじゃないですか。必ず火を止めてからお味噌を入れてください。せっかく生の酵素だったり乳酸菌が生きているので、ぐつぐつ煮てしまうと結局死んでしまうんですよね。なのでぜひちょっと一旦火を止めて表面が落ち着いてからお味噌を溶いて入れてみてください。あともう一個お味噌汁のポイントとしては、よかったら海藻を入れてみてください。海藻はやっぱ血液の浄化だったりとか食物繊維でお腹をきれいにしたりするっていう効果とかもあるので、毎回海藻を入れるのおすすめです。面倒な人は乾燥のねわかめでもいいし、好きな海藻でもいいし、私は塩蔵わかめって言ってお塩で保存されたわかめを使ってます。ちょっと甲状腺とかが怖いっていう方は無理して入れなくていいんですけど、実は甲状腺も海藻類が問題っていうだけじゃなくて他にも問題があるので、怖い人はやめておいてもらって、全然平気な人はぜひ海藻類入れてみてください。はい、3つ目はですね、おかずは本当に簡単でシンプルにいいです。煮物だったり炒め物だったり和え物だったりですね、もうそういうもので全然大丈夫です。一汁一菜食だったり体に健康な食事ってすごく難しいっていう印象が多いと思うんですけど、実はむしろズボラ飯ですね。あと作り置きできるものが多いので、その作り置きをいくつかしておいてそれを組み合わせて出すっていうだけでも全然大丈夫です。ポイントとしてはおかずではなくってご飯をたくさん食べてほしいんですよね。なのでちょっと濃いめの味付け、その適塩っていうものでご飯がたくさん進むから、あんまりおかずがいらない、あんまりおかずを作んなくていいっていうね、そういう状況を作るっていうのがおすすめポイントです。例えばうちではひじきの煮物、切り干し大根の煮物、あとはきんぴら関係って変やな、きんぴら系やったりとか、あと和え物やったらごま和えとかおかか和えとか、そういうのをよく作ってます。で、ひじき煮とか切り干し大根の煮物って余ったら炊き込みご飯にもできちゃうので、もうズボラ飯でおすすめです。あと最近は筑前煮を作るようになりました。もともと給食で出てくる筑前煮が大嫌いで、私は今まで作ってこなかったんですけど、生芋で作った生芋こんにゃくっていうのが最近スーパーでよく見かけるようになって、その生芋こんにゃくを使ってあげることと、あとはごぼうをね、自然栽培のものとかちょっとちゃんと作ってそうなところで買ったものにするとすごく甘くて土臭さとかえぐみがなくってすっごく美味しいので、ちょっといい材料がね手に入った時はそうやって昔ながらの煮物みたいなやつも全然美味しいと思います。あとはお漬物も常備菜として置いていて、たくあんだったりとかぬか漬けだったりとか、浅漬けも夏だったらよかったりとか、なんかそういう、あと梅干し、あと佃煮もいいです。佃煮だったら添加物あんま入ってないやつとかも売ってるんで、そういうのを常備菜で置いておくとかすると、そんなにね頑張って作んなくても美味しいご飯が出せます。うちはなので昼ご飯とか夜ご飯に組み合わせを変えながら出したりしてます。でもちろんそれだけだと寂しい時はたまに揚げ物したりとかコロッケ作ったりとか、うちは関西なんでお好み焼きをたまに作ったりとか、あとはやっぱり彼がねお肉食べたいって言ったらお肉の料理を出したりとか、そういう風にねやってます。なんで絶対1週間ずっとこのご飯続けなきゃいけないって思うとしんどいので、むしろなんていうのかな、楽するためにたまに一汁一菜やるみたいなところからぜひ始めてみてください。4つ目、今ちょっとちらっと出たんですけど、
お肉は全体量の2割までが、食用とかマクロビで言われている限界量かな。それ以上食べちゃうとちょっと胃腸の負担が多くなるので、なんか肉とか魚とか卵とか絶対ダメとは言わないですけど、もし取るとしたらそれがメインではなくって、少しこう炒め物に入ってるとか少し煮物に入ってるとか、そういう感じで少しずつお肉の量を減らしてみてください。もちろんね、若杉ばあちゃんはもう20何年お肉食べてなかったりとか、若杉智子さんの料理教室で教えてもらえる料理っていうのは一切お肉入ってないんですけど、絶対 NG にしてしまうとしんどくなっちゃうので、少し減らしてみるのを意識してみてください。で、一つ例外があって、やっぱり土木業の方とか普段から体をたくさん動かす人は多少多めにお肉食べても大丈夫です。そもそも汗とかの代謝で、毒素が外に出やすいっていうのもあるし、これは木野先生に聞いて納得したんですけど、やっぱり私たちって食材を食べるときにその栄養素だけじゃなくって、その食材が持ってるエネルギーも一緒にいただいてるって言われたんですよね。なんですごくバリバリ動きたい人はやっぱり動物の持っているこの動くエネルギーっていうのを体に取り込む必要があるし、むしろ静かにお家で過ごしていたりとか、静かに生きている方っていうのは植物の方が合っている。だからお坊さんとかは精進料理食べるんだなっていうのに気づいた時に、結構理にかなってるんじゃないかなと思いました。なので、私今日一汁一菜食の基本の話をしているけど、一番はお腹の声を聞いてください。私も前の職場が結構大道具さんとか小道具さんやってた時が多かったので、肉体仕事をした後は無性にね、鶏ラーメンが食べたくなって食べに行ったりとか、ダンスとか大学時代やってる時とかはそうだね、ファミチキとか食べてる時ありましたなので体の声をまず聞くっていうのが大事なんですけど、できれば動物性食品っていうのは全体の2割のバランスでご飯の中に混ぜ込んでもらうと、そうだね、肉メインで食べるより体を傷つけなくて済むかなと思います。で、次5つ目、お塩ですね。さっき言ってたやっぱりお塩って本当に大事で、ちょっと高いって感じるかもしれないけど、お塩だけは天然のものを使ってください。裏の表示を見ると天日とか立ガマとか書いてあるものがあるので、それを選んでみるのがおすすめです。また詳しい調味料の選び方は別のビデオで撮ろうかなと思っていますので、気になる方は今後出てくる動画をチェックしてみてください。で、それに合わせてですね、5つ目 ?6 つ目6つ目か6つ目はですね、昔ながらの調味料を使っていくっていうことです。これの理由の一つは、なるべく天然のお塩を使っているところが多いっていうのと、とにかく美味しいんですよ。普通にさ、キッコーマンとか、ね、200円とか300円で売ってるやつよりも断然美味しくて、で、私は美味しいっていうのと日本の生産者を守りたいっていうのを含めて調味料にはきちんと投資をしています。で、調味料が良くなると、この炒め物、煮物、和え物とかのこのシンプルな料理がすごく美味しくなります。可能な人はですね、自然栽培だったりとか、無農薬だったりとか、農家さんがすごく手塩にかけているお野菜っていうのを合わせてもらうと、野菜のうまみとこの調味料のうまみっていうので、もうね、絶品なご飯になります。シンプルなんだけど美味しいのだから、できるところからやってみてください。そのきっかけとしてさっき5つ目に挙げたお塩っていうのを一番最初に変えるのをおすすめしてます。はい、で、最後7個目ですね。休肝日みたいな感じで休胃腸日を作ろうです。さっきもちらっと話したんですけど、このご飯が健康になるって思ってしまうと多分苦しくなっちゃうので、私は心が喜ぶご飯と体を整えるご飯ってちょっと意識の中で分けてるんですね。なんでアルコール飲んでる方とかだったら、飲みすぎたらさ、休肝日作るじゃないですか。そんな感じで週に1回とか2回とかから胃腸を休めてあげる、胃腸に優しいご飯を作ってあげようみたいな意識で、この一汁一菜食、3歳ぐらいまで、他におかずいくつか私も出す時があるので、ぜひやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。
思ったより長くなっちゃったので、外食だったりとかお外でご飯を買ってきてお家で食べる方向けには次の動画で紹介します。また喋りすぎちゃった。最後まで聞いてくださってありがとうございます。で、後半編に飲み物のお話もちょっとしようかなと思うので、ぜひ後半編も一緒にチェックしてみてください。ありがとうございます。よかったらコメントとかお願いします。